こんにちは、ゆうかです。今私は京都駅にいます。今日は京都から出雲まで行こうと思うんですけど、なんと初めてのウエストエクスプレスに乗っていきたいと思います。じゃん、乗車券と特急券をゲットしてきました。もう全然予約が取れなくって頑張って取りました。ちなみに値段が乗車券が7150円で特急券が8360円で足して15510円でした。今日はやっと予約が取れたということで精一杯楽しんでいきたいと思います。それでは早速乗り場に向かっていきます。今夜は念願の夜行観光列車ウエストエクスプレス銀河に初乗車。 JR 京都駅の中央口からホームを目指していきます。あれどれだろう。ない。あれちょっと行ってみよう。あ、表示があった。よかった。これですね。31番線ウエストエクスプレス銀河21時15分発。よかった。やっぱり初めての場所が全然わからなくて、もっと早く来ればよかった。21時15分発だけど今20時43分であと30分あります。まあいけるか、30分もあれば。やばい、緊張してきた。あっちっぽいぞ。ウエストエクスプレス銀河の匂いがしてきた。できれば入線してくるところも見学したいのでちょっぴり急いでます。間に合うかな。緊張の瞬間です。お待たせいたしました。31番乗り場21時15分発ウエストエクスプレス銀河出雲市行きが6両で参ります。危ない。ついにウエストエクスプレス銀河とご対面。夜空を切り取ったようなルリコン色の車体に銀河のヘッドマーク。落ち着いたデザインなのにとっても存在感があります。今見えているのが6号車にあるプレミアルーム。1名用と複数人用の個室があって、ソファーの背もたれを倒すとベッドになるみたいです。全部で5部屋しかないのでもちろん予約は取れませんでした。名前の通り雲の上の存在のお部屋です。私は1号車なので一番奥ですね。続いて見えてきたのが5号車のクシェットの座席。上下2段のベッドが並んでいます。私の部屋はどんな感じかな。おー、このロゴがかっこいいですね。銀河ポーズってなんだろう。イエイ。じゃーん、1号車に到着しました。じゃあ早速入りましょう。おお、早速すごい。こんな感じで1号車がファーストシート、2号車が普通指定席クシェット、3号車が普通指定席ファミリーキャビン、4号車が優勢、5号車がクシェット、6号車がプレミアルームになっています。今回私が乗車するのは1号車のファーストシート。予約争奪戦をなんとか勝ち抜いてゲットしたので、どんな座席がとっても楽しみです。じゃーん、4A です。こんな感じで2つで1人になっています。個室ではないんですが、座席幅も広くてとってもゆったりとしたスペースになっています。細かな設備もチェックしていきましょう。片側の座席には枕やシーツ、ブランケットが用意されていて、長時間の移動でも快適に過ごせる工夫がされています。実はこの座席にはとある仕掛けがあるんですが、
詳しくはもう少し後でご紹介しますね。窓にはブラインドではなくレースのカーテンがついていて、磁石で左右のカーテンがくっつく仕組みになっていました。通路側のカーテンも閉めたらもうほとんど家ですね、これは。座席のテーブル周りには USB ポートとコンセントが2口ずつついていて、この星型のつまみを回すと天井の照明の明るさを調整することができました。テーブルランプがついているのもありがたいポイントですね。ちなみに手荷物は座席横の収納棚に置けるようになっていました。今の時間は21時6分。出発まで残すところあと9分になりました。初めてのウエストエクスプレス銀河、どんな列車旅になるかとっても楽しみです。皆様、ようこそウエストエクスプレス銀河へ。皆様の夢を乗せて京都、大阪、兵庫、岡山を経由いたしまして、縁結びの町島根県出雲市に向かいます。止まります駅は新大阪、大阪、三宮、神戸、西明石、姫路、庄山、米子、安来、松江、玉造温泉、新地、終点出雲市です。長らくお待たせいたしました。さあ、ウエストエクスプレス銀河の旅が間もなく始まります。1889年7月1日、日本初の夜行列車が東京新橋神戸間で運転を開始しました。130年以上の時を経て遠くへ行きたいという旅人の願いを叶えるために、ここ京都から終点出雲市までおよそ440キロ、12時間のゆったりとしたウエストエクスプレス銀河の旅をお楽しみください。まもなく発車いたします。車内でお待ちください。21時15分、ついにウエストエクスプレス銀河が動き出しました。今回は山陰コースと呼ばれる夜行ルート、京都から日本海側をのんびり巡って約12時間半かけて出雲へと向かっていきます。そんなわけで優香の夜更かし旅スタートです。早速ですが、進行方向右側には京都鉄道博物館が見えてまいります。京都鉄道博物館には上高地蒸気機関車館や蒸気機関車も含めました数多くの車両を収蔵展示しています。戦後の特急列車を牽引した国鉄最大級の C62 型蒸気機関車や大阪から札幌間を走行しておりましたトワイライトエクスプレスなど、歴史的な価値を持つ車両を展示しております。京都駅を出発すると、しばらくして乗務員さんが切符の確認に来てくれて、こんな風に銀河の文字が入ったスタンプを押してくれました。そしてなんと可愛い記念乗車証までゲット。こういう形に残る思い出ってやっぱり嬉しいですね。4号車で記念スタンプが押せるそうなので、探検がてらちょっと行ってみようと思います。それでは早速車内を探検していきます。通路のレースカーテンは割と薄めで完全に隠れるってわけじゃないんですが、消灯すると意外と見えにくくなるみたいです。1号車の後ろには洗面台があって、列車の中とは思えないくらいちゃんとした作りでした。そして隣にはお手洗いもちゃんとあって、中はこんな感じで広々してて使いやすそうでした。続いては2号車に移動していきます。2号車には女性専用の更衣室が2部屋あって、中はこんな感じで追加料金がかかりそうなレベルの豪華さでした。
こちらは2号車の普通指定席。一番お手頃な座席ではあるんですが、シートピッチも広くて快適そうですね。通路をしばらく進んでいくと、クシェットの座席が見えてきました。上下2段の計4席が設置されていて、友達4人で乗ったりしたら最高に楽しそうですね。一緒に乗ってくれる3名の方募集中です。3号車に進んでいくと、明星というフリースペースがあったんですが、この時は他の方がいらっしゃったので静かにスルーさせていただきました。3号車にも普通車指定席が並んでいて、この奥にはファミリーキャビンという座席もあるみたいです。じゃーん、お待ちかねの4号車に到着しました。ここは優勢という誰でも自由に使えるフリースペースになっていて、こんな感じで乗車記念のパネルが飾られていたりします。いやー、優勢とってもいいスペースなので、人が少なかったら優勢で紹介したかったんですけど、私みたいなぼっちには劣勢でしたね。お次は5号車を探検していきます。車内には自分の席以外にもくつろげる場所がたくさんあって、長い旅でも気分を変えながら過ごせるのが嬉しいですね。5号車にも2号車と同じクシェットの座席があって、こっちももちろん満席でした。ちなみにクシェットを利用するとき、キャリーケースなどの大きな荷物は共用の荷物スペースに預けておけるみたいです。それでは最後は6号車を探検してみましょう。この先にはグリーン個室プレミアルームが5部屋あるんですが、完全にドアで仕切られていますね。他の車両とは絨毯の柄も違ってイケイケな感じで羨ましいです。そしてこちらが最後尾にあるフリースペース水星。乗務員室のすぐ隣にあるので、助手の気分で旅できそうですね。せっかくなので景色も見ていきましょう。広さはなんと甲子園球場7個分で、現在も450両を超える車両の点検、整備を行っています。例えばサンダーバードに使う681系、683系や黒潮用の289系、浜風のキハ189系、そしてこのウエストエクスプレス銀河の117系が所属しているほか、京都駅を発着する特急列車の清掃・整備の基地としての役割を果たしています。車窓からさまざまな車両がご覧いただけます。じっくり車内の探検もできたところで、乗車記念スタンプをゲットしに4号車にやってきました。おー、いい感じにスタンプを押せて嬉しい。しばらく景色を楽しんでいたら、急に目の前に板チョコが現れてビビりました。明治の大阪工場、めっちゃ美味しそう。出発から1時間ほど経って、列車は新大阪駅に到着しました。乗車記念の写真撮影があるとアナウンスがあったので、せっかくだし少しホームに降りてみようと思います。私も1枚撮ってもらいたかったけど、恥ずかしいので見学だけにしておこうかな。結局我慢できずに記念撮影してもらっちゃいました。たくさんのウエストエクスプレスファンにお見送りされながら、ゆっくりと大阪を後にしていきます。一息ついたところで夜ご飯を食べに3号車の明星にやってきました。
今回は初めての夜行列車旅ということで、いつもとはちょっと違う駅弁を選んでみました。側面に紐がついていて、引っ張ると温まってくれる優秀な駅弁です。一瞬で湯気が上がってきましたね。それじゃあいただきます。夜行列車と神戸すき焼き。これはまさに銀河一の組み合わせですね。あれれ、なんかおかしい。私の舌がおかしいのか、全然あったかく感じません。完全にやらかしてました。紐を引っ張って5分くらい待って食べるのが正解みたいです。もう少し我慢したいと思います。5分待ってみたんですが、果たしてちゃんと温まってくれたんでしょうか。ちゃんと待った甲斐があってあったかいですね。その分お値段もあったかいんですけどね。神戸すき焼きが美味しすぎてうままダンスを披露してしまいました。ちなみにウエストエクスプレス銀河のヘッドマークのデザインの駅弁もあって、運行日に合わせて神戸駅などで購入できるみたいです。今度神戸駅に寄るタイミングがあれば駅弁だけでも買ってみようかな。ディズニーのポップコーンバケットを集めたくなるような感覚です。景色をつまみに食べるすき焼きが最高すぎる。やっぱりこういう列車で食べるご飯は格別ですね。いつもの117倍は美味しく感じます。小田区列車が明石駅を通過します。進行方向右側には東経135度、日本標準時4号線と明石市専門家学館が見えてまいります。じゃーん。出発前に仕入れていたお菓子たち。お酒も買おうか悩んだんですけどね。最近飲みすぎているので、今回は見送らせていただきました。いや、これは違うんですよ。名言キーホルダーを勢いで作ってしまったので、これが売り切れるまではビール留年することになりそうです。それでは初めてのウエストエクスプレス銀河に乾杯。銀河一おいしい。晩酌タイムは4号車の優勢で過ごそうって決めてたんですけど、思ったより人が多いですね。なんとか目立たないようにじゃがりこを音を立てずに食べようとしています。光の速さで退散してきちゃいました。やっぱり自分の席が一番落ち着きます。今の時間は23時30分。終電がなくなっていく時間にこうして列車に揺られていて、なんだかちょっぴり不思議な気分になります。気がついたらあっという間にお菓子たちを完食してしまいました。いやー、最高の晩酌タイムでした。食べ過ぎてウエストエクスプロージョンしそう。それじゃあそろそろファーストシートの本領発揮といきましょう。まずは座席のテーブルを折りたたんでいきます。このスペースがどうなるかは言わなくても伝わりそうですね。そしてお次は座席の背もたれを手前に倒していきます。
座席がフルフラットというかベッドに変身しました。めっちゃ最高じゃないですか？ここまで豪華なのに扱いはあくまでグリーン車なので寝台料金なしで乗れちゃうんです。ウエストエクスプレス銀河、住民票を移したいレベルで居心地がいいです。しばらくゴロンしていたら時計が12時を回っていたのでぼちぼち寝る準備をしていこうと思います。車内に洗面台や更衣室はあるんですが、シャワー室だけはないので持ってきたボディシートで洗車をしていきます。洗車シーンはなんか恥ずかしいのでカット。メンバーシップで未公開シーン上げておきます。姫路駅に着きました。なんか姫路駅では今日金曜日なんですけど54分間停車してその間にここの駅そばを楽しむことができるみたいです。でも私はご飯も食べたし晩酌もしちゃったのでここはスルーします。54分長いけどちょっと待ってよっかな。寒い。あ、そうだ。車内には Wi-Fi もしっかり完備されていて、速度テストの結果はこんな感じでした。YouTube とかもサクサク見られたので、全然問題なさそうですね。明日の出雲の情報でも調べながら、車内でまったり過ごそうと思います。深夜1時近くになって列車が姫路駅を出発しました。まだまだ寝たくないけど車内の照明も暗くなってきたのでそろそろ寝ようかなと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今の時間は6時10分です。すっかり外も明るくなってきましたね。爆睡しすぎて起きた時一瞬どこにいるかわからなくてパニクりました。列車は鳥取県の正山駅に停車しました。ここでは記念品のプレゼントがあるそうなので、二度寝しないうちに頑張って起きてホームに行ってこようと思います。無事に記念品をゲットしてきました。これ無料でもらっていいのかなってくらい豪華なグッズです。めっちゃ可愛いタオル。公式サイトでは記念品の配布は土曜のみって書いてあったんですけど、多分運行日によって違う感じなので、皆さんも乗車される際は早起き頑張ってみてください。早起きは3位の得です。
この缶バッジのデザインめっちゃ可愛い。朝からテンション上がりました。しばらくして列車は次の米子駅に向けて出発しました。日南町の皆さん、朝早くからお出迎えありがとうございました。外が明るくなると車窓から景色がとっても綺麗に見えて、また夜になるまでずっと乗っていたくなります。ゴロンしながらこんな贅沢な時間を過ごせるなんて、ウエストエクスプレス銀河の沼に完全にはまってしまいました。気になっていた寝ている時の揺れは私は全然気にならなくて、ゆりかごみたいでむしろ寝心地が良かったです。多分フルフラットになれるのが大きいですね。座席幅も普通の電車よりも広かったので、窮屈さとかも全然感じませんでした。そうこうしているうちにあっという間に米子駅に到着。駅のホームに絵が描かれていて、なんだかとっても嬉しい気持ちになりました。約12時間かけてゆっくり進んできたこの旅もそろそろ終わりが近づいてきました。全然降りたくなくてぐずりそうです。名残惜しいですが、頑張ってお片付けを始めていこうと思います。海水をたっぷりと入り混じった汽水湖で、スズキ、ウナギ、シラウオなど魚種豊富な湖です。その中でもシジミは漁獲量日本一を誇り、宍道湖のシジミとして全国に知れ渡る特産品です。また、夕日の美しさは有名で、日本有機100円および日本100円に選ばれております。今の時間は9時40分。出雲市駅到着まであともう少しで、楽しさと悲しさで微妙な表情になっていますが、間違いなく楽しかったです。今回のこの山陰コースは来月の5月までみたいなんですが、6月から運行される下関までの山陽コースにも絶対に乗車しようって心に決めました。
出雲市駅に到着しました。また来ちゃいました。こんなに早く来ると思ってなかった。ウエストエクスプレス銀河めちゃくちゃ良かったです。やっぱ寝台列車はいいですね。寝台列車っていうくくりではないのか、夜行列車だけど寝台にもなるっていう列車か寝心地も良かったし、とっても心地よかったです。ちょっと詳しい感想はまたご飯屋さんとか入ってゆっくり話そうかな。この間お蕎麦を食べたので、今日はちょっと別のものを食べようと思います。じゃあちょっと行きたいお店に向かいます。さすのラーメンください。以上でよろしかったですか？はい、以上で。じゃーん、ラーメンが来ました。今日はラーメンにしました。いただきます。なんかそばも食べたかったんだけどね、やっぱ2回目なのにさ、前回と同じもの食べたらつまんないかなって思って。あとなんか調べたらのどぐろとかも有名らしいんだけど、今まだ10時であんまりやってるお店がないから、そう今日は諦めました。次はね、3回目来たらまたのどぐろ食べたいです。そう今回初めてウエストエクスプレス乗ったんだけどさ、本当に楽しかった。12時間っていうけどあっという間だよね。一瞬過ぎた。揺れは結構激しくて、最初結構ガタンゴトンってなって大丈夫かなって心配したんですけど、私は、酔い止めも先に飲んでたからかもしれないけど酔わずに最後まで入れて、良かったです。でもあんまり電車で酔うことないから、バスとか船は結構酔うけど、そう電車系はあんま酔わないから、そこは良かったです。で寝心地もね、結構その倒した時の、マットレスというか座席なんだけど結構硬めで、私腰痛持ちなんですけど硬い方が腰にいいから腰痛もなくて結構体も調子がいいです。そう隣にさおばあちゃんがいたんですけど、そのおばあちゃんもめっちゃ優しくてなんか私が一人旅だったからすごい気遣ってくれて、今日寒いねとか楽しいねとかそうだから今回ね、一人旅と言いながらあんまり一人感がなくて、でそのおばあちゃんが松江駅で降りたんですけど、最後30分ぐらい一人でちょっと寂しかったんだよね実は。でもなんかやっぱウエストエクスプレス銀河は本当に鉄道好きな人が多くて、その車内の中でも知らない人同士で友達になってたりとか、鉄道の話で盛り上がってたりしてたんだよね。私はちょっと輪の中に入るの怖かったからおばあちゃんと2人で話してたんだけど、なんかそういうのも結構聞こえて微笑ましかったです。でも本当に全体的にすごく良かった。車内の設備もやっぱ充実してたし綺麗だったし、駅によってはイベントというかお出迎えしてくれたりとか、そのグッズ配ったりとかいろいろあったんですよね。こういうの初めてだったからウエストエクスプレス銀河ならではの感じがして面白かったです。肉ごちそうさまでした。お腹いっぱい。よし行こう。ラーメン美味しかった。ということで今日はウエストエクスプレス銀河に乗って出雲市駅まで来ました。ここ前回サンライズ出雲できた時とさ同じ終わり方じゃない？ここと全く同じ場所でやった気がする今回もめちゃくちゃ楽しかったです。他にも乗ってほしい乗り物とかぜひコメントで教えてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とコメントと高評価絶対お願いします。
じゃあバイバイ。